やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。前回、TRI ボルフラムと一緒に、もう一個 TRI からケーブルを預かってる。今回紹介するのは、TRI オニクス。オニキスは真っ黒い宝石の一つで、このケーブルのイメージにぴったりな名前だな。よーく見るとこのオニキス、被膜内部に金色のラメが入っていて、デザイン的にも細やかなところが気になる一台となっている。フラグシップ価格帯のボルフラムと同様、TRI の上位機種向けプラグを採用していて、真っ黒で構成されたケーブルの質感は良好だ。結構太い線材は、6N 単結晶銅に銀メッキを施したもので、この手のアップグレードケーブルとしては定番。ただし、スペック的にはこの価格が納得のモデルとなっているな。完全に音質のことだけを考えて作られたウルフラムに比べると、オニキスの取り回しはかなり良好だ。もちろん、より取り回しの良い細いケーブルは存在するんだけど、ギチギチに編み込まれた太いケーブルであることを考えれば、かなり取り回しやすい部類と言っていい。表面の滑りも悪くなく、柔軟性もそこそこ良好だ。完全に静止して、ステージや EM 止めして使うことが前提のウルフラムに比べると、気軽に使いやすい一台となっている。ステレオプラグとイヤホン端子のラインナップは、TRI の定番が揃ってる。埋め込みタイプにも対応した2ピン、MMCX、そして一部で利用が広がっている QBC タイプ。イヤホンジャックの方は、3.5mm アンバランス、そして、2.5mm、4.4mm のバランスプラグがラインナップされているぞ。質感に関しては文句なし、何分がっちり編まれた線材と、上位のプラグ部分に重量があるのは、物理的にそれだけ材料を使ってるので仕方ないが、外にも持ち出せる印象だ。被膜も黒くて紫外線にも気を使わなくていいし。そんなわけで、実用的な印象を感じるオニキスなんだけど、その音質の方はどうなっているんだろうか。ちょうど、手元に同じ TRI の 6N 銀メッキ線である、極太同クラスケーブル、TRI TRX4935 があるので、音の違いを見ていこうか。もちろん、同期のボルフラムとも比較してみる。比較に使ったのは、これまた TRI の上位機種、TRI i3 Pro だ。まず、TRX4935 と比較すると、オニキスの取り回しの良さがわかる。ほぼ同じスペックなんだけど、TRX4935 が曲がりにくく、明らかに音質最優先なのに対し、オニキスの方はしっかり柔軟性があって、気にせず取り回せるな。ちなみにウルフラムはその TRX4935 よりも硬い。取り回しの面では、オニキスが最も良く、TRX4935 がなんとかどの用途でも使える感じ。ウルフラムについては割り切って使うべきだ。さて、それじゃあ一番大事な音色の部分に。オニキスは、純度 99.9999% 以上の単結晶銅に、銀メッキを施した線材を使ったケーブル。ただし被膜や編み方などは TRX4935 と異なるので、仮に完全に同じスペックの線を使ってても、最後に出てくる音の印象は変わりそうだ。価格、スペックが近いからか、オニキスと TRX4935 の音色はかなり近い。ただ、オニキスの方が若干まとまっていて、TRX4935 の方が圧力がある感じ。とはいえ、大まかな印象は変わらない。どちらも、高音域を美しく感じさせつつ、他の音色も過剰な演出感なしで、明瞭に書き上げる、高級感のある鳴り方をするタイプ。ただ、見た目のノースジっぷりのせいなのか、TRI TRX4935 の方が、よりパワフルに感じる場面が多少ある。と言っても、同時に聞き比べてわかるレベルなので、取り回しを重視するか、インパクトを重視するかで決めていいと思うな。音を最重視したウルフラムと比較すると、どちらもより落ち着いた音色に感じる。そこら辺は純銀線と銀メッキ線の違いなんだろうか。銀メッキ線の中でも、TRX4935 とオニキスはちょっと落ち着いた感のあるケーブルだ。というわけで、オニキスは、あまり主張が強くない、が、細やかなところの完成度で、この価格に納得させてくれるケーブルだと思う。もちろん、まとまってるのは音の方で、見た目などで個性的な要素もあり、それでいてどんなイヤホンにも合わせやすいケーブルなので、さりげなく散らしたカメラ目などが魅力的にイヤホンと合わせて使えるはずだ。取り回しも良好なので、重量級のケーブルを探している人にいかがかな？といったところで今回はここまで。